こう。最近はシンプルにブラウンでメイクしてます。チークはね、この薄いやつだけ最近使ってます。この鼻より上にのせるように最近気をつけてます。なんかこの白みがかったチークだとこの辺のちょっと薄く乾パンみたいなのが出てるんで、それを隠してくれるですよね。なんか白みかかってると結構色としては薄くて、これだけです。今チーク使ってるの。そして上まぶたより下まぶたにね、濃い色を入れてるんですけど、いつももう同じブラシ同じ色でこのまま眉も出ます。結構コーラル系とかピンク系のアイシャドウ使うこと多かったんですけど、ベスコスでもめっちゃ減ってたと思うんですけど、結構メイク濃いから無難にブラウンがいいなと思ってます最近。でも今日はバレンタインメイクということで、アイラインをピンク赤っぽい感じにしてみようと思います。ラブライナーの川北祐介さんとの限定コラボだった色、ちょっと今日はバレンタインメイクにしたいなと引っ張り出してきました。いつものボビー・ブラウンロングウェアクリームアイシャドウの51番ムーンストーン、目頭から半分ぐらいまでだけ。これがツヤっとキラッとしてるので、もういつもはこれ以外はもうラメをつけないようにしてます。それ以外はもうマットシャドウで仕上げてます。で、今日はバレンタインメイクということで、この可愛いジル・スチュワートのブルーミングブラッシュ07番にしてみます。いつものメイクにカラーマスカラ、カラーライン足すだけですごいイメージが変わりますよね。なんか昔ってアイライナーとかカラーマスカラって色がつきづらいみたいなイメージあったけど、もうほんと今のは優秀ですごくしっかり色がつくし可愛いです。アイラインとマスカラぐらいだったらなんかあんまりけばく見えずに、なんなら柔らかいイメージに見えるから取り入れやすいしいい感じです。唇は前の Vlog でも紹介してたんですけど、リップ&チーク上唇の山に塗ってじわっとさしてます。上だけオーバーに塗る感じで。ロム&の18番。そしてノーズシャドウはここの団子鼻なんで、鼻先とちょっと鼻筋にも入れます。ちょっと唇シワシワでグロス塗りたいぐらいですけど、血色のいい粘膜カラーがお気に入りです。最近はお気に入りのオレンジリップがなくなって、いろんなリップ試してます。はい、こんな感じでマスカラとアイラインの色を変えるだけでいつものメイクがちょっと違う雰囲気になりました。はい、久しぶりのバレンタインデートメイクです。それでは今から子供を送ってきて、バレンタインのガトーショコラやディナーを作りたいと思います。おはようございます。バレンタインメイクしたけどコンタクトしてなくて見えません。バレンタインディナーと、あとははい豆腐ガトーショコラを作っていきます。ココアとはい豆腐のねガトーショコラを作っていきます。まず板チョコ1枚、50g を湯煎で溶かしていきます。レンチンでもいいんですけど、牛乳がないので豆乳を入れようと思っていて、で豆乳ってちょっとレンチン分離したり難しいかなと思って湯煎でやってますけど、レンチンでも大丈夫です。豆乳大さじ1温めて溶かしていきます。はい、チョコが溶けたら豆腐230入れて混ぜます。卵1個、砂糖 40g、蜂蜜大さじ1、ココア 20g、ふるいにかけます。
米粉 30g、 米粉30と片栗粉10、はい、全部混ぜ終わりました。今オーブン180度で温めています。型を型を作って、美味しい。一応魔法やってきますこうやってギザ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 、ポンポン、熱180度でとりあえず30分焼きます。いいね、るーちゃん。るーちゃん。よし、いい感じ。さっきの洗い物も済んだんですけど、このまま粗熱を取って冷蔵庫で冷やして切ります。そう、昨日ユニクロ行ってきてお買い物したんです。これ実は初めて使うんですけど、エアリズムシームスショーツが2点で990円割引が入ってたので買いました。ローライズ浅いタイプ、ヒップハンガータイプとハイウエストのものがあって、このシームレス使う時ってパンツが響かないように使いたい時だと思うので、ハイウエストではなくローウエストの方、ヒップハンガーの方を買いました。ベージュとブラックです。こんな感じでつるんとしてます。 L サイズにしたんですけど結構大きそう。お尻大きいんですけど、あとこのヒートテックなんですけど、極暖なんですけど肌側素材に 100% コットンを使っているそうです。と思って、すごいじゃんと思って、これがなんか3年前ぐらいから出てるらしくて知らなかったんですけど、このあったかい極暖インナーに内側 100% コットンのもの M サイズ買いました。あとこれは今年発売したらしいんですけど、カシミヤ紺の極暖カシミヤブレンドタートルネックです。 M サイズにしたんですけども、これもめちゃくちゃ肌触りが気持ちよくて、でタートルと U ネックがあったんですけど、せっかくだったらこのカシミヤ紺ということで首周りが見えるタートルにしてみました。すごく柔らかくて肌触りがいいです。なんですけども、ちょっとこうね、極暖の割に薄いんですよ。この薄い着心地があったかいと感じるのかどうなのかっていうところは人それぞれっていうのを店員さんが言っていました。極暖ってすごい分厚くてあったかいイメージじゃないですか。それよりかは結構薄めなので、でこのねカシミヤ紺シリーズはもう割引になっていて1900円ぐらいで買えたんですよね。着てみてよかったら来年のために買い足そうかなと思います。はい、じゃあバレンタインディナーを作っていきます。なんかさ、ガトーショコラ作ってたデータ見たんですけど、なんかこのさ、このモコっていうのがなんかもうお肉がだんだんってなってるみたいですごい嫌だなと思って気になるよね。今日は夫が在宅でいて、迎えに行ってくれるので、もうお酒飲みながら作っちゃおうかなと思います。はい、なんでね、今日バレンタインディナーの日に選びました。このワインは楽天ルームに貼ってるんですけど、もうどんどんなんか酸化すれば酸化するほど、空気に触れるほど美味しくなるので、なんかすごい樽感が増すというか、バニラっぽい感じがするので、ちびちび飲んでます。ビーフストロガノフを作りたいと思います。あとはケールがね、もうちょっと古くなっちゃったんだけど、ケールがあるので、ケールとキヌアのサラダで、人参も使い切ってしまわないとなので、人参とオレンジのラペとビーフストロガノフを作っていきます。
きい人参使おう。まずテールからよく洗っていきます。芯の部分がねすごい硬くてサラダでは食べにくいので、ミキサーでジュースとかにしちゃうんだったらいいんだけど、そうじゃないとこの芯がすごい硬くてサラダの場合は食べづらいんですよね。これで水で洗っていきます。玉ねぎが丸々1個なんですけど、空いてたやつ先使いたいから半分に切って入れちゃいます。玉ねぎを薄切りに。にんにく、ビーフストロガノフの材料はこれだけ。なんかすき焼き用のものです。あんまいろんなお肉置いてなかったら朝行ったら。こっちは結構赤身多めで、こっちは脂身もミックスされてるような感じで選びました。北海道産のビーフです。塩、これはセブで買ったピンクソルト。もうちょっとまだある。胡椒、あと米粉を大さじ1。それを牛肉にまぶしておきます。ワインはこっちの映ってるかな。こっちのワインを大さじ2。そしたら出番ですよ、このかわいいバターケース。使いにくいの、こっちにくっついちゃった。あらら。また 20g。 ここに玉ねぎとにんにくをちょっとね、酒を入れる方が玉ねぎは早く炒まりません？私は入れちゃう。これでしんなりするまで炒めていきます。はい、飴色までは程遠いですけど、しんなりしてきたら牛肉を入れていきます。ここでなんか肉入れる時いつもですけど、こう肉が重ならないように広げて入れるのがポイントです。もう一個バター入れます。ちょっとこのケース使いにくいな。焼くっていう。きのこ、腰が痛い。腰が痛いんですよ。そしたら赤ワインを入れてアルコールをひとまず飛ばします。おー、いい匂い。大さじ2。じゃあ次に水150。もうカゴメのトマトピューレ。これが3倍濃縮ですって。これ残してもしょうがないので全部入れちゃいます。そしたらケチャップなんですけど、このねフィリピンで買ったバナナケチャップしかなくて、バナナケチャップ大さじ1。あ、なんか変だね。あとはウスターソースなんですけど、今日これ買ったんですよ。このなんか昔懐かしのパッケージの怒りウスターなんですけど、これ裏見たらすごいなと思って、無添加、添加物、着色料、増粘剤、甘味料、アレルゲン28品目全部入ってない、シンプルで原材料名も添加物なしなんですよ。ここに書いてる限りは添加物なくて、すごいなと思って、これからいっぱい使っていくわと思って。あ、全部外れちゃったラベル。いいのかな。これも大さじ1。すごい野菜とか果物、トマト、玉ねぎ、人参、レモン、パインアップル、プルーン、デーツ、マンゴー、ネギ、キャベツ、
野菜と果実でしょ。あと酢、砂糖、食塩、香辛料、魚醤、鰹節エキス、昆布粉末、本みりん、オイスターエキスのみ。一応書いてる限りはそんな感じですごいなと思って。うわ、美味しそう。そしたら最後これ生クリームを100ミリ、これちょうど100ミリサイズっていうのが売ってるんですね。めちゃくちゃ便利。生クリーム余っちゃうから、これを最後にたらーんと入れて、もう絶対美味しいやつ。これで塩コショウで味を整えたら完成です。塩コショウいただきます。美味しい。そしたらケールのサラダはキヌア入れたいので、こちら茹でます。人参のラペ、人参すります。キャロットラペはオリーブオイルとリンゴ酢小さじ1、お塩で混ぜて、オレンジのキャロットラペ。ケールの方は今茹でたキヌア冷めてからやんなきゃね、本当は湯気がちょっと出てる。レモンの代わりに柚子、これインスタで結構載せたんですけど、彩り柚子、高知県産の手摘みの柚子果汁を使ってます。レモンの代わりに柚子、美味しいです。そしてオリーブオイル、ちょっと今ね柚子キヌアにかけて冷やした冷蔵庫に入ってたから。オリーブオイルと、あと粉チーズたっぷり。これでケールも食べやすくなります。はい、ケールサラダとキャロットラペ、オレンジキャロットラペ。そしたら最後ケーキを切りましょう。チュチュン、めちゃくちゃ美味しそう。いい感じ。うわー、しっとりしてます。見えますか？すごいしっとり。はい、ちょっと食べてみたいと思います。いただきます。めちゃくちゃ濃厚そうに見えるんですけど、お豆腐入ってるんでふわっとしてるし、あっさりしてる。もちっともしてるんだけど味があっさり、甘さ控えめであっさりパクパク食べられちゃいます。混ぜて焼くだけですごく簡単なので、ぜひぜひ作ってみてください。全部食べちゃう。真ん中にポカッとパセリを振り、多かった。ビーフストロガノフをほんもりとのせたら完成。はい、バレンタインディナービーフストロガノフとケール、キヌア、チーズの柚子サラダ、オレンジとキャロットラペ、豆腐ガドーショコラです。はい、ちょっとお先に味見します。いただきます。まずオレンジキャロットラペ。めっちゃ美味しい。歪んでる。D&デルカに同じメニューがあるんですよね。簡単に作れます。味は違うかもしれないけど、このケールキヌアもありますよね。柚子がいい、チーズもいい。ビーフストロガノフいただきます。めちゃくちゃ美味しい。ちょっとウスターソース足しました。味見て。簡単なのにめちゃくちゃ美味しいです。
幸せ。幸せだ。ぜひ作ってみてください。インスタグラム毎日更新してます。関連動画も貼っておきます。チャンネル登録お願いします。また次回のビデオでお会いしましょう。さよなら。またね。